こんにちは、粟田洋介です。今回は手書きグッズの作り方ということで、このトートバッグに絵を描きながら私がやっている方法を紹介したいと思います。そして使う画材なんですが、こういう布のグッズに絵を描くときは、私はアクリル絵の具を使います。アクリル絵の具っていうのはアクリル、すなわちプラスチックなので、絵の具が乾く前は水に溶けるんですが、乾くと固まって水に溶けなくなります。ということは、洗濯しても色落ちしないということです。ただ水の薄め具合ですっごい水で薄めた場合は、何回も何回も洗濯しているうちに色が少しずつですが薄くなっていくことがあります。もしくは水に全然薄めないで描いた場合は、濃い絵の具がきっちり貼り付くんですが、結構長く使ったりしているとひびが入ってきて絵の具が剥がれてくることがあります。でもそういう劣化っていうのはまあしょうがないことで、よくプリントした T シャツとかでも何回も洗っているうちに色あせたりひびが入ったりすることってあるじゃないですか。形があるものはいつか壊れてしまう。それはしょうがないですよね。ですがその劣化を最低限に抑えるために、私はこのファブリックメディウムっていうのをアクリル絵の具にちょっと混ぜることがあります。これはターナーっていうブランドのものなんですけど、他のメーカーさんで作っているのもいろんな商品があると思うんですが、ちょっと私はこれしか使ったことがないので、どのメディウムが一番いいとかっていうのはちょっとわからないんですが、ターナーのファブリックメディウムは長年問題なく使っています。よく何対何で入れたらいいのかっていう質問を受けることあるんですが、私はそういう数字はちょっとわかりません。ただなんとなくの配分なんですけど、水と絵の具を混ぜたものとメディウムが1対1とか、もしくはメディウム1に対して絵の具と水を2って感じ。まあ適当にそんな感じで混ぜて使っています。それから私がよく使うもう一つの画材がこの T ペンっていうものなんですが、この中に絵の具が入ってて、ここに小さい穴が開いていて、こうやってペンみたいな感じで絵を描くことができます。ケチャップとかマスタードが入っているボトルの小さいバージョンって感じですね。細い線をスーッと引くことができるので、私はこれを気に入って使っています。この T ペンについても、この画材は何だっていう質問をよく受けるんですが、T ペンって検索すると出てくるので、興味がある人は T ペンで検索してみてください。たまに画材とか道具とかを紹介してるんですが、それは私が使っていいなと思うので紹介させていただいているだけで、こういったものを宣伝することによってお金をもらっている案件とかではないのでご了承ください。さて、ちょっと喋りすぎてしまいましたが、これから絵を描いていきます。どっちから描こうかな。白から先に描こうかな。この中にこのボードを入れます。このボードは平らなものをおすすめします。平らなボードをこの中に入れることによって絵が描きやすくなります。それから色が滲んで裏に絵の具が染みついてしまうことを防ぎます。ホコリとかね、猫の毛とかね、そういったものをちょっと取ります。まずは T ペンで絵を描こうと思うんですが、何色にしようかな。このバイオレットで線を引いていきます。シンプルなデザインを描いていこうかなと思っています。こんな感じで T ペンを使って線で絵を描いてみました。この T ペンが乾いたら色を入れたりしていこうと思うんですが、乾かしている間にこっちの黒いトートバッグに絵を描いていきます。さっきと同じ要領ですが、黒の方がホコリとか猫の毛が目立ちます。さっきと同じようにボードを入れて、今度は何色で描こうかな。今度はグレーで描いていこうと思います。さっきと違う感じで描いていきたいんですが、外側に白い線を引いていきます。外側に星を描こう。こ
この星がきちんとならないようにわざと雑に描いています。どうしようかなこれ。こうか。面白くなったぞ。どうしようかな。こうしよう。今度はブルーを使います。この黒いトートバッグに線で絵を描いている間に、こっちの白い方の線で描いたところが乾いているので、今度はこっちの白い方に色を足していきます。ここでアクリル絵の具を使っていこうと思います。もうちょっと白欲しいな。ちょっとだけ水入れて、この水の量も絵の具のメーカーとか商品によっても水を入れる量っていうのが変わってくるんですが、自分で塗りやすいような絵の具の硬さにするって感じで水を混ぜて、でちょっとこのさっきのメディウムを入れます。絵の具の量に対して3分の1ぐらいかな、メディウムを入れました。水をたくさん入れちゃおう。結構きちっと塗っているようですが、結構大雑把です。絵の具と1対1ぐらいです。そこにちょっとだけ水を足しました。もうちょっと水を足します。今度はちょっとここに紫を混ぜて中間の色のブルーを作りました。こんな感じでアクリル絵の具で色を足しました。まだこういうところとかこういうところとか色を足していこうと思うんですが、ちょっととりあえず乾かして、その乾かしている間にこっちの黒い方に色を塗っていきます。ここで塗ってて余った絵の具なんかをこっちの方にちょっと足したりしていこうと思います。この色をどこに塗ろうかなということで、ここに塗ろう。この土星みたいのを塗ろう。この土星みたいのに塗っていきます。かなり色が余ったと思ったんだけど、ちょうどこの土星のこの部分に塗るぐらいの量しか残ってませんでした。ちょうど無駄にしなくてよかったです。濃い紫足りるかな。結構黒に塗るにはかなり濃く塗らないと色がしっかりつきません。これを何色で塗ろうかな。これはね、この紫で塗ろうと思います。この T ペンは筆でこうやって伸ばして使うこともできます。このいい加減さがなんかいいな。ここは青にしようと思います。ここにね、猫の毛がついてたんだけど、そうするとここに白いのがこうやってついちゃいます。なのでホコリとか猫の毛は描く前にこれで取らなきゃいけなかったんだけど、今取ればいいや。この辺になんかこういう風に塗ってきたんですけど、あとは何色にしようかなとかっていう迷いが出てきたんですが、こんな色を使ってみようと思います。こういう星が書いてあるから、こういう星を入れるのはなんかしつこいかなと思って、こういう星にしよう。またこうやって手がついてしまいましたが、しょうがないですね。ちょっと適当にバランスをとっていきます。それで今回黒いトートバッグと白いトートバッグを用意したんですが、この白と黒だとどっちがよく出るかっていうと、白い方が黒い方よりもお求めになる方が多いような気がします。それで絵を描くのもやっぱり白い方が色が乗りやすいので、白い方が描きやすいです。
でも黒い方もまた違った魅力があるので、私は黒いトートバッグにも絵を描いています。さっき使ってたのはブルーなんですけど、このネイビーっていう色と、こっちの薄い蛍光のブルーですね。こっちをちょっと足すと、ちょっと違う感じのブルーになるんですよね。2種類の青を足すとまた違う感じになりますよね。なんかこの星がちょっと違うな。なので、こうしたらどうだ。ちょっとここら辺にサインをして、出過ぎちゃった。さて、ちょっと黒い方がこんな感じで仕上がりました。あとは白い方を描いていきます。ちょっと疲れちゃったので、ちょっと休憩をして、それから白いトートバッグに絵を描いていきます。で、この裏にもちょっとだけワンポイントを入れていこうと思います。トートバッグを手に取って、表を見て、で、裏にもちょっと書いてあるとなんか嬉しいみたいですよね。ごめんね、おやつやるの忘れちゃったね。今度はこっちの白いトートバッグの方を仕上げていきます。さっきこっちの方はアクリル絵の具を使ったり、こっちの T ペンの方を使って色を塗ったりしました。私は大きい面を塗るときはアクリル絵の具を使うことが多いんですが、それほどの面積でなければ T ペンを使った方が楽なので、T ペンのこの中の塗料を筆で伸ばしたりして使っています。色を混ぜることもできるし、この塗料も布用にできてて、それで発色もいいので、結構幅広く T ペンを使ってるんですけど、アクリル絵の具の方がいろんな色を作りやすい場合もあったりして、そんな感じで使い分けています。こっちの方も T ペンとアクリル絵の具を使いながら描いていこうと思います。この2色を混ぜてみようかな。いい色だな。さっき小さい筆を使ったので塗りにくかったんですが、大きい筆を使った方が早く塗れていいです。この部分は何色にしようかな。グリーンに白を足した色で塗ろうかな。ちょっと周りが物足りないので、全体的に特に猫の周りをちょっとこうやって色で囲んでいくとなんかいい感じになってきましたね。こっちの白い方はこんな感じに完成しました。こっちの黒い方とこの白と裏にも全面ではないんだけど少しだけ何か足していこうと思います。裏をこんな感じで仕上げてみました。このお花とか水玉とかはこっちの表と辻褄を合わせて描きました。この点々も表の方が密集してて、それでしっかり描いています。
それから蛍光グリーンなんかがこういう風に入ってますけど、こっち側はわざと入れてありません。なぜなら、やっぱり表がメインになるので、裏はさりげなく、そして表にバッチリ描きました。結構お客様って裏を見られることが多いんですけど、裏を見た時に何にも書いてないより、これより少なくてもいいんですけど、なんか書いてあった方がやっぱり嬉しいみたいなんですよね。私は裏に何にも書かない時もあるんですけど、でも結構多くの場合、私は裏にもちょっと何か入れるようにしています。それからこっちの黒い方もこんな感じに仕上げてみました。表はこんな感じですね。こっちも表の方がバッチリ書いています。デザインについてなんですけど、こっちの方もこっちの方も結構私の作風っていうのは大雑把でシンプルで、それで雑な感じなんですけど、その雑な感じも形の面白さっていうのを考えながら描いています。それから塗り方とかも結構きちっと塗ってないんですけど、このきちっと塗ってない感じもなんかいい感じになるようにちょっと考えながら塗っています。これは私の場合なんですけど、全部雑に書いちゃうと、ただの汚い雑さになっちゃうんで、雑に書いて面白くなる部分は雑に書いて、丁寧に書いたり、丁寧に塗ってる部分っていうのもあって、そういったところでバランスをとって作品を仕上げています。今日紹介したのは私がやりやすいやり方っていうだけなので、書きやすい書き方とか、やりやすい方法とか、出てくるアイデアの種類とか、そういったものっていうのはもう人それぞれ違くて、もしも参考にできる部分があれば参考にしていただけたら嬉しいです。それで参考にされる方は、ご自身がやりやすいような方法にアレンジして手書きグッズを作っていったらいいんじゃないかと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。